星期五，9月15号，我们今天就要进东电进行采访了，一整天的时间。在我们整个这次采访过程中，今天应该是最重要的一个行程，因为这是进入到整个福岛核试博最核心的区域。上午呢，我们跟他们约好是在东电的一个废炉资料馆门前汇合，我们要先进那里参观30分钟。但是我们进去之后啊，就不让带手机了，所以我们今天整个过程啊，我是没有办法用手机给大家拍摄了，只能是在进去之前，我用手机给大家拍一点。现在进入东电的过程，等到再出来的时候，应该是已经下午4点50左右了。就这个建筑吗？对，这个就是废炉资料馆是吧？看废炉资料馆，有人等着咱们了啊。那个前面那个是吧？这是人，人已经开始等着我们了。展示なんかもね、ちょっと著作物だったりして、ちょっと前回来た時関係があるのにで、写真は撮らせていただいたんですよ。それは大丈夫だと解説の方からはい、指示されまして、はい写真を撮りまちょした。っとそこは私は借りるので、今日撮影禁止のものがあったら、それはちょっとご遠慮いただきますが、撮れるものはじゃあご案内しますので、はい。有的东西可以拍，有的东西不可以拍，那咱们就问吧。很不友好啊。很不友好，非常不友好。こちらは中央制御室、コロコロ織り交ぜてよりリアルにその震災発生時の中央ソースの状況を、見るものになってございます。ここはあんまり見る人少ないんですが、そういう場所もございます。没时间看了，现场应对的情况，应对的是我们能看1分钟吗？就是说，ちょっともうちょっとだけ。ちょっと1分过来，1分过来。核物質とか使ってるので、法律でもう映せないように決まっちゃってるんですね。なので、売ってるとかご案内しますけど、撮っちゃいけないものが映っちゃってたりすると、最後ちょっと全部、捉えたのチェックをセキュリティがしてるので、映ってたらちょっとそこ削除になっちゃうんですね。就是说这个拍的话呢，它是按照法律的要最后要检查。如果说这块不能用，不能带出去，还得给你们那个就是删除。这个法律是什么法律啊？こういうテロ対策とかでこういうセキュリティにかかる安全にかかるものは映したりとか外に持ち出しちゃいけないってことで決まっちゃってるんです。回去查一下啊。今これも撮ってるぞ。これも撮ってる。拍我可以吧？拍我，你放心吧，不用你放心，只拍我啊，拍我。只有让我们多看，我们把这节目做出来，才会减少更多的人对这个事情的误解嘛。前面要拐，往右拐以后不要再拍了。那我们这个拐弯过程拍一下啊，我们就。拐的时候也不要拍。拐的时候也不要拍了啊。好吧，
那我们就停了。那在前面拐吗？那个地方吗？哎，红绿灯拐吗？对，红绿灯的。是在红绿灯那拐是吧？那我们到红绿灯那我们就停，好吧？行光了，通光了。对。只要到红绿灯我们就停啊，那个。ここですね、まさしくこの建物で唯一窓のある場所です。でこの建物は2015年に建てられた場所です。それでですね、ここ今はもう周りも線量が下がったので、今は外に出ても線量を浴びませんけど、当時はやはり線量を浴びてたので、この建物が遮蔽帯になってたんですね。で皆さんが見ているこのフロントで見えているところというのが全てアルプス処理水等タンクと言われているものです。アルプスという浄化装置で浄化された後、このタンクの方に水が溜められてますが、现在这是已经处理过的水储在这个罐里是吧？はい。那没处理的水现在储在什么地方？同じようにタンクのエリアがあります。その場所、専用の場所があります。そこから今後アルプスに行くことになります。所有这些罐里头，现在能看见的不同颜色的储的都是已经处理过的水，是吧？ちょっとね遠くの方にはあるんですけど、目の前で見えてるのはまずアルプス処理水等タンクだと思って結構です。那这个罐为什么会有不同的颜色？比如说我们现在看这是蓝色的啊，但那个就是灰色的啊，它为什么会有外面的颜色不一样？簡単に言うとメーカーの違いです。我々いろいろなタンクメーカーに作っていただいていて、でその時に色の指定してないんです。だからオリジナル色になってます。每个罐的容量是一样的吗？いえ、それも異なります。容積も異なれば形も異なります。ただほとんどが1機あたり1000トン以上の水が溜められる状況になってます。现在一共有多少个罐子1000トン、1000機超えてます。超过了1000个。1000个罐子是吧？現在満タンになると137万トン溜まるんですけど、そのうち約134万トン今溜まっている状態になってます。全部でですか？はい、全部で。で、今後ですね、このタンク建っている場所はもうほとんど敷地を占めてしまっているけど、今後も新たな廃炉の作業をしていくためには敷地確保が重要になってきます。当時動いていた1号機から3号機の原子炉、この1号機から3号機の原子炉でまさしく事故が発生してしまったわけです。で1号機は一番最初に、その時に、電源を喪失した関係で冷却水、水で冷やすことができなくなってしまったことで、どんどん炉の中の温度が上がってしまった、水素爆発、ハイドロジェンエクスプロージョンっていうのが起こってしまいました。で我々この事故をもとに廃炉作業というのを続けています。废炉是1、2、3、4通通都废是吧？おっしゃる通り。もっと言ってしまうと、現在は5号機も6号機も廃炉です。起きてませんが廃炉ということになります。5号機、6号機为什么要废炉呢？それはどうしてですか？もう発電ができないんです。ちなみに言うとお隣の福島第二原発もそうです。那整个这个区域现在是没有发电的是吧？はい、もう今後一切動きません。那等于说现在在这个区域所有的人在工作的人都是在为废炉而工作是吧？おっしゃる通り。一言で言うと、要は万が一これから現場に入るので放射線管理区域、放射性物質があるかもしれません。このベストは皆さんが線量計を入れるためです。ありがとうございます。我们今天不需要穿防护服是吧？就是今天就穿这个是吧？現場で
もはや96% のエリアで装備品が不要になってます。この中での作業は必要です。はい、ここの実は1、2号機の前の80メートルぐらい前のところまで行きますけど、染料は浴びます。今いる場所はここの流体機管理所という場所になります。ここからバスで、こちら側に向かってきます。そしてここからですね、ここに入ります。で、こう行って、ここの間を通ってここにまず行きます。开始了是吧？别动，别动，稍微再说一下。好。我现在身后这个位置啊，就是福岛核电站出事的1号机组。大家可以看一下这1号机组啊，那顶上呢，当时因为在出事的时候发生了爆炸，所以现在还能看到呢，上面是一片残垣断壁。现在施工的工人呢，是准备在这个残垣的断壁外面呢，盖上一个铁壳子，把它这个放射性物质罩在里面，就有点类似于切尔诺贝利核电站的位置。我们现在所站的这个位置呢，距离这个核反应堆啊，大概是80米，这也是我们外来的采访者可以到达核反应堆的最近的距离。我们现在这个数值啊，这个核辐射的数值啊非常高，大概可能是65左右啊，因为我们在外面这2天采访的时候，平均大概就0.1几，但是到了这个位置啊，那已经非常非常高了啊。所以我们在整个在这个区域里头，一共只能待20分钟，所以呢，这也是基于对我们健康的考虑吧。我们在福岛核电站啊，这个采访的过程中啊，限制非常多，包括我们现在这个位置、景别、大小，包括这取景框的外面的位置啊，都是由他们附近的工作人员限制好的。卡好了之后就不能动，因为如果要是超过他们规定的这范围之外啊，一点点，那么整个这条素材都要删掉。所以呢，我们这个拍摄困难呢，其实啊，最重要的不是说我们拍摄的内容，而是来自于东电对我们的各种各样的限制。これはですね、つけたのは、だいぶ古いんですけど、2017年か18年ぐらいつけました。7年、18年把这个原定建好了。はい。那现在建好之后，它是不是放射性物质就很少出来了？放射線は出ないようになったんです。放射線が出ないようにするということが目的ではなくて、中にも使用済み燃料があったんです。で、使用済み燃料を取り出すためのクレーンとかをつけたんです。で、あそこもやはり線量が高かったので、遠隔操作型の燃料取扱装置をつけたんです。現在はもう3号機は2021年の2月に全部の使用済み燃料の取り出しが完了してます。已经全部全部取り出しています。で、4号機向こう側の白い建物、あそこはですね、やはり同じように建物が壊れたので、建物に強度を持たせられないから、建物がこれです。こちら側の南側の方に鋼台、見えないけど鋼台を立ち上げ取り始めます。27年开始去是吧？27年から28年。27到28年。就先取这个2号机组对吧？これこっちが先です。然后是这个是吧？これ最後になります。这是最后的。水が流れてます。冰墙就是现在这个就是冰墙吗？就这个。是吧？ここあれ就那个是冰墙。緑色の屋根があるところの下のところずっと配管が走ってますよね。那管道那是。これ皆さん見ていただく通り、ここフェーシングされてます。はい。これで要は中に水が染み込みません。あとは目の前にこの配管が下に降りてってるのが分かりますか？
1メートル間隔に下に実は30メートルの深さまで凍結管という配管が走ってます。隔1米就有一个叫冻结管，就是零下30度。はい。这样的哈。まあつまりこれが要は配管だとすると1メートルおきに配管凍結管が走ってるわけです。なのでこの中にマイナス30度の液体が流れてます。そうするとこの周りの土が固まって。站在我后面这儿。マイナス30メートルの要はまでここ氷のキャンディーができます。まあそれがずっと要は連なると氷の壁になるってイメージです。哦，就这样的话，它那个水就进不去了，是吧？そうです。こっちから入っていかない。右に寄ってもらっていいですか。でこの井戸の中に要はから水を汲み上げて。建屋の方に水を近づけないってことになります。啊，就是那个，就是防止那水これが进去的时候，建屋の周辺に46箇所あります。共周边有46口井往出抽水的是吧？啊，现在我们能看哪个是井，给我们指一下吗？あそこが唯一かな、あの辺にもあるんですけど、ちょっと見えないので、いろんな場所にあります。奥の方にはずっとありますけど、見えてるのがあそこだけかもしれません。65.8，这就是离那个核电站最近的位置。进入这个区域里头，刚才我们从那个楼啊往这边坐车过来的时候，那汽车里头有一个这样的一个数据采样的仪器啊，那数字一直在升高。刚到这个区域的时候，我们停车那位置呢，大概就是20，然后我们从那20的车上下来，走到这核电站旁边，你看马上就涨到65.8。那你想想这个数据啊是非常高的，而且呢，就随着离这个核电站啊距离越近的位置啊，这个数值增长的速度是非常快的。でそこから戻ってきて、でこの K4 と書いてある、こことここのここをまず降りに行きます。一番初号機1号機が向こう側にあるのができたのが2013年。2013年第一。はい。その後こっちは後続で作られました。この要は季節アルプス増雪アルプスを作ったのは日本の東芝というメーカーです。这里头能进去。可能ではあります。ただ今回の申請の中に入ってはいないので。没说这一项是吧？この中は建物の内側なので装備品が必要です。こういったこちら側が前処理設備と言ってます。こちらにあるフィルター、いわゆる吸着塔というのが18個あります。このフィルターを通してあらゆる放射性物質を取り除くという行為を行います。この中に実は向こうの季節アルプスも増雪アルプスもおのおの3系統ございます。1日あたり250トンの汚染水を処理できる系統が3系統あります。1日あたりの汚染水発生量90トンしかないんです。だから1系統だけで十分なんです。すなわち残り2系統は予備というか待機状態になってます。なのでもしこちら1系統の能力が要はダメだとなった場合は次の系統に切り替えればいい。いずれにしてもこのアルプスでやることは何かといえば、トリチウム以外の放射性物質濃度を国の規制基準を下回るまでしっかり浄化すること、これが我々の目的です。本当にそうなのかどうか、それを確認するために一度タンクに溜めて水の分析を行うと言いましたけど、それを行うのはここになります。我々これを測定確認用設備と言ってます。ここには計35基のタンクがあります。35個のうち30個をおのおの10個ずつの要は組にしました。これこういうふうに見てます。はい、受け入れたその水を分析するために水をサンプリングします。サンプリングするためには
このタンク10個の水の質水質が同じ濃度でなくちゃならないはずです。そのためにまずはこの10個からいきなり水をサンプリングするのじゃなく、このポンプで循環させます。これを6日間、さらに連結しているところがタンクの底なので、タンクの上の方が染み水になってしまいます。それを防ぐためタンクおのおのの下に攪拌装置というプロペラがあって、上下方向も攪拌します。就这个是吧？就这个小的这个搅拌器是吧？それを6日間やると均質化することが分かってますので、6日間運転した後にこの別な建物のところからサンプリングを行うんです。そのサンプリングした水を東京電力、そして、別な我々が依頼している科研という会社、そして国、この3社が分析を行います。で、おのおの1個ずつ分析していくんですよ。1個ずつの放射性物質に対して。そうするので、3ヶ月ぐらいかかります。是他们委托的第三方。はい。我々とは違う分析をしっかりやってくださいねとやってるわけです。そして完全な第三者として国がやってます。他们每次检测的时候跟你们是一起检测还是他们独立检测？はい、別のところでおのおの別々のところでやってます。不在一起。だから進行状況もみんなおのおのが違うんです。那他如果要是取样的话，他会提前通知你们？ですね、国がサンプリングする時を言うんじゃなくて、我々がサンプリングする日を言います。取样都是你们取，反正检测機構的。基本的に東電がやることなんですけど、国とか IAEA も現在立ち会ってます。那国际原能機構的那个样品采样也是你们来采是吧？はい。で、水をサンプリングしたものをお渡しして IAEA もそれを分析してます。那别人会说，那你们这样品本身。其实你们的取样也不能保证这个样品本身的公正性。目の前で見てもらってるんです。我々操作は東京電力の仕事なので、操作は我々がしますけど、サンプリングする場面は全部見てます。そしてそのサンプリングしたボトルそのものに IAEA って書いて持って帰ってます。但是人就说了，那你可能把这罐水你装的可能比较合格的，你让他们采了。那可能其他的罐里头有问题的，你不让人家采了。サンプリングする場所は決まってます。あれはサンプリングする場所を公開されてる。公開してます。那我的意思就是说，你怎么能保证你这取样点里的水啊，是你这个所有的这个罐里头的水的平均值，而不是说给人感觉你这取样点里的水是经过你们挑選出来的水拿出来的呢？はい、先ほど言った通り、群ごとにサンプリングする前に水をかき混ぜてます。でかき混ぜた後の水を直接取れるように、このかき混ぜた後の水をサンプリングできるようになってるんです。那这个搅和的这个过程啊，这个搅拌的过程啊，像国际原子能机构啊，也包括那些第三方啊，他们有监督吗？このずっとかき混ぜてるの6日間ずっと見てるかっていうとちょっと分かんないです。見には来てくれると思いますけど、かき混ぜてる工程自体は自動です。ただ今年の初めぐらいにその攪拌循環試験っていうのをやっていて、その試験結果とかそういった工程をどういうことをやってるのかは全て IAEA のチェックを受けてます。なので肯定的な話とかその安全性とか独立性みたいなものはしっかり確認していただいているということになります。都是进でいずれにしてもちょっと話年になっちゃいましたけど、トリチウム以外の放射性物質濃度、これ国から言われているものは29カ種なんです。その29カ種が国事濃度比相は1未満になるようにしなさいというのが国の要求です。もちろんだからそれは今回放出した B 群っていうところは 0.28 という数字が出てます。ですので1を下回っているので出してるんですけど、我々それだけじゃなくてプラス風評影響とか出さないためにそれ以外にも優位に存在する可能性のある別の39カ種も分析して国事濃度を下回っているということ、これも確認してます。要求されてないけど我々風評影響も考えてやっている。我还有问题啊，就是那个取样口啊，它现在检测的水是它这个整个水中间是哪一部分？因为他刚才不是讲了有这个刚出来的污染水是吧？也有那个
检测完了不太合格的水，是吧？再采样的，也有是检测完全合格的要排放到海里的水啊。就是它那检测口，它那个水是这个水中间的哪一个阶段？全てのアルプス処理水とかその処理途上水も全部全て浄化終わったものは一回必ずここに来ます。ここで合格しなければ流せないんです。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。もう精神持たねえんだけど。真剣に聞いてくれてる。ね、海洋生物のヒラメ、海洋的地方啊，好的，养鱼的。このオレンジ色のところに、魚とかを飼育している場所があるのでそこに行きます。ヒラメは大体5年から10年生きます。去年の9月から飼育しています。その前は福島県の栽培漁業センターというところで生まれたばっかりのをもらっていました。ここは普通の海水です。あ、这个里头是普通的海水。濃度も通常海水と一緒です。例えばこの比較のために身長、体重、成長の度合いを見たりとか、死亡率っていうのを比較しています。餌があるんですけども。ヒラメについては餌をあげると食いついてきますので、それでヒラメの元気さというのを元気です。それからこちらアワビです。这保留养多长时间了？これは去年の10月から飼育。はい。アワビの元気さというのはあそこにいるの元気、角がこうやって伸びてます。触角が伸びて、これを踏まえてアルプス処理水の入っている水槽を説明します。こちらにお越しください。これこちらはアルプス処理水を添加して、トリチウムの濃度を約1300ベクレル、1リットルあたり1300ベクレルに調整した海水です。こちらは10月の頭からこの状態で飼育をしています。ずっと1300です。不是，这个是他们处理过的水是吧？処理水が入ってる海水。就是他们自己处理过的水。処理水はもともと処理水は15万ベクレルパーリットルの処理水をこの水槽の中に40リットルぐらい。アルプス処理水放出するにあたって1500未満で放出しますということを言ってますので、1300に調整。就是经过混合了的，对吧？就稀释。同じ。放出されるのはもっと薄いです。マックスで1500ですから。那你们这水是从哪儿取的？就是说，就是处理的水是从哪儿取的？処理水を保管しておくタンクから持ってきて。放出する前に濃度を確認するために貯めておくタンクがあります。それで同じように成長の度合いや元気さというのを比較しています。例えば成長の度合いは全く変わりありません。死亡率も変わりありません。で元気さというのはさっきと同じように餌をあげた時の食いつき状態を見ています。あげてみますか。バラバラとあげていただければついてきます。食べてください。元気に飛びついてきます。白ご飯を。はい。こういう形で元気さ、それから成長というのを比較しています。あ、你为什么养这种鱼？ヒラメを飼育するって感じない。これヒラメというのはこの浜通り地区、福島のこの海岸の特産品です。それと見てわかりますように普段はじっとしているので飼育しやすいというのがあります。サンマとかイワシのようにこういう回遊しません。ヒラメ1300ベクレルの海水に対してヒラメを入れると1日で体の中にトリチウムを取り込みます。取り込みますが1日で頭打ちになります。頭打ちはそれ以上増えません。皆さんが心配しているように水銀とか PCB のようにどんどん増えていくってことはないです。それで、このヒラメを普通の海水に戻す、このヒラメもまた向こうの水槽に戻すと、やはり1日ですっとトリチウムが抜けてくる。こういうデータが取れました。我想就是说你养的这个鱼啊，你表面上看也看不出区别啊。
你们这个在不同的池子里养的鱼，你们会拿去做身体检查吗？はいそうです。そう測る。除了检查它这个体内那个含氚的量，还检查其他的，比如内脏有没有变化呀，或者是身体寿命有没有变短呢？成長度合い、身長体重を測ったり、それから病気になっている率を測ったりしています。那查出来的结果是什么样的？はい、普通の海水と全く同じです。同じです。普通の海水で飼育しているのと同じ状態です。全部同じ。那这些鱼你们养完之后会吃吗？この魚は法律上食べられないんです。这些鱼是吧？法律上不能吃是吧？規制法っていう法律で原子炉等規制法。はい。で管理区域の中のでは飲み食いすることができない、管理区域の中で汚染されたものという扱いです、これは。ただ、法律の縛りがなければ食べて問題ないレベルですので、私は食べていいと言われればいくらでも食べれる。因为很多中国的那个网友都会认为，那你们养这个鱼，那你得吃啊，不吃的话。それは今考えているところですので、まずそういう段階が来ましたらまた公表していきたいと思っています。那这些鱼你们养完之后怎么处理？この魚は最終的に分析をまだ今ご説明したのは体液の部分です。筋肉の部分を測るのはあと 1,2 年かかりますので、その間にサンプリングをして資料として分析してしまいます。それとここにカメラがあります。はい、これは YouTube でこのヒラメの映像を水中カメラで24時間配信してます。はい、今餌をあげて活発に動いてるシーンなんかも YouTube に今流れてます。已经被直播出去了，我们已经被直播出去了，是吧？どうする？今15分なんですよ。15分、35分で20分はあるけど、5分で帰ってくる。少なくともこれぐらいはするか。トイレと飲料水もう一回取りましょう。そのぐらい休憩しましょう。はい。我厕所我不去了，我就喝点水就行。はい、行きましょう。そこは全然大丈夫。博物室ではないからね。手の手裏と持ち物のサーベイをしていたい。ありがとうございました。不知不觉中，我们这队伍怎么这么多人？浩浩荡荡，然后他在每个区域里头都有一个负责咱们的。他那一回去那区域的，你上个厕所，那拐角那是站一个人，告诉你往哪儿走，不让你走别的地方去。じゃあ初めにこの施設の概要をちょっと説明させていただきます。我问一下，待会儿这一趴主要是谁讲？この後は文章欄が中心になって説明していただいて。曲は彼で、その後私。先是他，然后那先给他别上吧。他就现在是概述一下。科学分析棟では海水とアルプス処理水などの放射能濃度の低い資料を取り扱っています。現在発電所全体では9万件の分析をしています。で震災前の18倍の分析をしています。発電所内では分析員は100名、およそ100名で、分析品質の向上、分析技能の維持向上、信頼性を立証するための取り組みを2点ご紹介します。1つ目が、IAEA が提供している分析技能試験に2014年から参加しています。セシウム、トリチウム、ストロンチウムの分析について2022年の試験結果は良好でした。2点目、国際標準の ISO17025 の認定取得に取り組んでおります。17025。ISO 几千什么之類的。こちらですね。はい。で、トリチウムとストロンチウムの分析の認定も受けていますと。アルプス処理水については8月24日よりアルプス処理水のK4B 群の放出が開始されて、当日から
発電所の3キロ圏内と10キロ圏内の計14箇所の海水について十分に拡散されているかどうかの確認をするための分析を開始しました。这取样都是你们取的？実際にそのサンプルを持ってくるのは誰が持ってきたんですか？サンプリングする人が別にいまして、その方が現場で採取してここまで運んできます。そのサンプリングするのは様々です。要は例えば作業員さんであったり、あとは東京電力の運転員であったり。这地点就是每天都取吗？その14地点は毎日行ってサンプルを取ってくるんですか？現実的なことを言うと、海域モニタリングってさっき言いましたけど、そこは約束しているのは1週間に1回です。のサンプリングです。1週間に1回。なんですけど、一个星期取一次。なんですけど、先ほど大友さんが言ったように。初めて今回、アルプス処理水の放出をしたので、そこをやっぱり我々としてはしっかり公表していきたいということから、独自に今回の放出の時だけ毎日サンプリングしてたんです。どうぞ。9月11日に K4B 群の放出が終了しましたが、これまでの最高値は10ベクレルパーリットルであり、十分に拡散されていることが確認できています。这个数值是比平时的普通的海水要高一些吧？この数字はどう見たらいいですか？その一般の普通の海水に比べてどうですか？当然簡単に言えば今回アルプス処理水の放出によってトリチウム濃度が検出されたということは間違いないです。通常の海水のモニタリングをすると、大体普通の海水であれば 0.1 から1ベクレルパーリットルぐらいだと言われています。そういう意味で言うと、今回放出したことによって濃度が上がったということは間違いないです。それはもう間違いなく否定しません。700ベクレルパーリットル、1リットルだったら700ベクレルを超えるようなことになると、そこに滞留しているような状態っていうのが、要は濃度が拡散せずにそこにずっととどまっているような状態っていうことが考えられるので、これは異常と考えているので、その場合はアルプス処理水を止めます。だけどそういう濃度には全然至ってないという評価。它离那个安全数值还非常遠的啊。逆に言うとそういった数字が出てるってこともしっかり我々としては公表していきます。じゃあ概要は以上です。那下面就是他介绍了是吧？この後は私。那就把这个万度再来给他放到他这里。じゃあトリチウム以外の分析を見ていただきますんで、そちらの方に移動ください。こちらがですね、アルプス処理水関係の、トリチウム以外の分析をするエリアになります。カーボン14、テクネチウムの99、113M、要素の129。它这个水是从哪儿取的？今日はデモですんで、水道の水使ってます。每天做实验，他要穿着戴成这样子吗？こちらではですね、トリチウムの分析のデモをご覧になっていただきます。分析員がかぶってますけども、スマートグラスって言いまして、でこれがシステム化の一部でして、じゃあ松本さんお願いします。他给我们演示他们的新技术。这是处理的水。今回はデモですんで、水道の水を使ってます。トリチウムとか、カーボン14とかを測る装置ですね。いろんな資料を入れて順番に測っていくと。做出来的結果是在这儿能看着。これは結果ではありません。それはどこで見られますか？事務所ですね。これから行きますか？いや、これから行かないです。今日は行かないです。次回海に出す予定のサンプルタンク C 群の実際の水になります。就是从那大罐子里头取的，对吧？トリチウムが約14万ベクレルパーリットル。这是真的吧？測定してくれるんですか？いや、これはもう測定は終わってまして。不错的，就给我们倒出来看看。对。はい、よし。
まあご覧の通り無色ですね。見た目は全く水道の水と一緒です。有一次日本的内阁长官喝的那个水，是不是就是这个水？昔ですよね。だいぶ前です。そうです。記者ね、テレビの見たの飲みますか？啊，就是这个水吗？まああれも実際アルプス処理水でしたんで、应该就是这种水啊，就是处理水啊。这边能去吗？ここは行けません。ここはここからゲートがあって、ここから別な装備つけないといけないです。その後ここに行きます。これは放水設備がある場所です。はい。ここにありますけど、その岸壁の下から向こう側から水が取水されます。そしてどこから水が入ってくるかというと、さっきのあそこの立っていただいた場所。そこから水が取水されて、あそこに3台ポンプありますよね。但是那不让拍是吧？ポンプ撮影でここから撮影できません。那不让拍是吧？で、この海水ポンプ3台で海水を汲み上げることになります。最大では51万トン汲み上げる。現在は2台運転している。だから34万トンです。这吸出来都是海水，对不对？全部海水ですね。海水です。那你处理水是在哪儿出来的？处理水。処理水は先ほど見ていただいた軽温タンク、いわゆる測定確認用設備で問題ないという話になれば、ずっとここをずっと通ってきます。そして坂の上から黒い配管が細いのが1本出てきてるのが分かりますか？上から降りてきてる。細い配管。从这儿移过来，它在哪儿混合呢？他们水？ここです。その2.2メートルの直径2メートルに2.2メートルの配管で混ざることになります。到了这儿，这个直径2.2米的这个大管子。这蓝管子。ごめんなさい。ここ見ればわかります。こっちが海水。はい。そして太いのは黒いのが今度こっち見てください。海水对不对？ここ撮影が難しいんです。这个地方不让拍。那边可以拍吗？黒いやつ。黒いの里头是那个处理水是吧？それもこの配管に刺さってますよね。だから横から海水が入ってもう反対側から処理水が入ってここで混ざるんです。横から入ってるアルプス処理水。先ほど海水は1日あたり34万トンと言いました。一方でアルプス処理水は1日最大460トンです。だから460トンの水を34万トンの水で希釈するんです。希釈率がだいたい740倍ぐらいです。我々お約束としては国とのお約束では100倍以上と言ってます。それに対して740倍ぐらいで希釈してます。実はここにサンプリングラックがあって、ここで水を採取できます。でこの採取した水のところで毎日分析を怠ってましたが、その時はだいたい1リットルあたり200ベクレルぐらいだったってことが分かってます。这个管子里就是那个混合后的水吧？这好粗啊！这水。で混ぜた後の水がここの今皆さんが立っていらっしゃる場所っていうのが上流水槽と言います。で超えた水はそっちのこれが下流水槽です。でこの下流水槽の底から1キロ先に放水口があります。从这儿就出海了，是吧？なのでどんどん水がここを越えてってここに入ってきます。そうすると水位が上がりますよね。で上がると目の前に見えてる海水面よりも高くなるので、その高くなった分だけ海に流れてる。那这就是那里头的水槽是吧？今水入ってないです。空になってます。就现在没水，是因为现在就是那个什么是吧？现在因为这个就是现在没在放水期是吧？はい、放出が終わった健全性の確認、設備がちゃんと問題ないねって確認を今取るため、全部水抜いて確認してます。下次这个排水什么时候？
次回はいつから放出します？それは何とも答えられないです。まず点検もしっかりやり、そして我々の手順とかに間違いがなかったかともう一回再チェックします。你的检测的那点儿，就取样的那个点儿在什么地方？能给我们指一下？そうですね。ここから水を汲み上げて、はい、実際この汲み上げの時に IAEA さんも立ち会ってます。啊，这个就是这个点儿是吧？这能打开看一下吗？開けられません。啊，不能打开是吧？はい。这里头打开之后就直接就是水是吧？我々のメンテナンスをやってるので、開けないでくださいっていうことです。中はもう実際今空です。现在里没水，就是里头是空的现在。目前没水，嗯，就是排水排放期间。那这个方案是不是确实是花钱最少的一个方案？今現実的なことを言えば、コストが安かったとは言えないと思ってます。那你能告诉我们，就是你们最终就排水实际花多少钱吗？あと何分ですか？还有几分钟呢？10分钟。あと10分。あと1問ですよ、あと1問。所以说再问一个问题。那个你能告诉我，就是你们排海这个方案最终实际花了多少钱？ごめんなさい、これについてはですね、まだ現実的に換算はされてないものだと思っています。設備の投資ということでは数百億円だということだけは言えますけれど、今後実際に放出をずっと続けることによってどれだけのランニングコストがかかるのかというのはちょっと現状では計算できておりません。那整个就是最后一个问题。No. その後、処理放出は海底で行われているため、上空からは特段変化は見られませんが、作業員が設備の確認の貯蔵量の 2.3% 程度に当たり、今回のアルプス処理水の海洋放出については大きな廃炉の中の過程の一つとして大きな節目、着実な前進というふうに考えています。